名前も知らない馬娘に一目惚れしたという昔話をしたことでもしや自分の担当からお兄様は外れるのではと思ったライスシャワーから夜遅い時間にレーンが来たので自分はずっと担当でいると伝えるライストレ。お兄様起きてる？ライスからのレーンか。担当トレーナーの本心としては早く寝てほしいところではあるが、ライスはあまりこういったメッセージを送ってくる子じゃないし何かあったのかな？どれ、返信するか。起きてるよ、どうしたのかな？何か困りごと？すぐ入力中になったな。今日のお昼のことが気になっちゃって。お兄様がお部屋を整理してる最中に見つけたっていう昔お兄様が片思いをしていた馬娘さんに宛てた送らなかったお手紙のお話。それで眠れなくて、ごめんなさい。俺からすればもはやただの思い出話だから何の気なしにライスに話したが良くなかったか。そう、ずっと昔にしまい込んだ思い出なんだよ。お兄様、そのお手紙っていうのは？実は進路の死の字も頭にない子供の頃の話なんだ。子供の頃の？学校で将来について考えるように宿題を出されたことがあってね。よくある宿題だね。あの頃は社会も何も知らない子供でさ。お兄様にもそんな時代があったんだ。そりゃそうさ、今のまま生まれたわけじゃないからね。子供の頃の自分の世界は自分の半径10キロくらいで完結していてとても狭い世界だったなって思うよ。登場人物も親戚と知人だけだった。今とは全然違うね。さすがに大人になれば違うさ。特にトレーナーになった今ではライスのライバルとその関係者全員が俺の世界の登場人物だからね。どういうこと？難しいことじゃないよ。俺はライスを勝たせることが使命なんだからライスと同じレースの出走馬娘やそのトレーナーまでも把握しないといけない。他にはこれから頭角を現しそうな新人馬娘もそうだしそれ以外にも。って脱線しちゃったね。子供の頃の俺はその宿題をほったらかしにして夏休みを遊び倒していたんだよ。それはいけないよお兄様。ライスに怒られちゃったね。でもその時に何かあったの？その日は友人の誰もが帰省や旅行で都合がつかなくて一人だったんだよ。久しぶりに一人で暇を持て余していた俺はテレビを見ながら将来の夢の宿題をしようとしたら馬娘が走っていたんだよ。レース中継なの？多分そうだと思う。確証はないけどね。それまで興味もなかったレース中継に俺は目を奪われたんだよ。どんなレースだったの？昔のことだからはっきりとは覚えてないんだけどね。トップを走る名前も知らない馬娘が追いすがる2番手の馬娘を横目で確認したことを鮮烈に覚えてるよ。すごく印象的だったんだね。でもライスわかるよ、みんな強いもん。レース中は一瞬だろうと油断なんかできないよ。必死なんだよね。たとえ先頭を走っていようとも。その姿に一目惚れしちゃったんだよ、当時の俺は。お兄様が一目惚れ？純粋すぎるトレーナーの少年時代。しかし初恋なんてそんなものかもしれない。あ、トレーナー。初恋ハンターの方はお帰りください。まあ今思えば何も知らない子供が憧れと鮮烈さを美しい女性に覚え恋と錯覚しただけなんだけど。宿題のプリントの将来の夢の欄に馬娘のトレーナーと書き込ませるには十分な衝撃だったよ。そうだったんだ。それで当時の俺は可愛いことにその馬娘に手紙を送ろうともしたんだ。あ、そのお手紙が。そういうこと。彼女のトレーナーになりたいと思いさえしたよ。トレーナーになりたいという夢とその馬娘への思いが一緒になって。感情は抜きにして物理的に無理というのに。子供が急にプロのトレーナーになんてなれるわけないだろう。あ、そうだよね。恥ずかしげもなくそのくらいの夢を抱いたというわけさ。でもその夢があったから今のお兄様がいるんだよね。そうだね。そして結局その手紙を出すことはなかったんだ。どうして出さなかったの？トレーナーとなる夢を諦めないためのお守りとして取っておいたんだ。そっか。俺が手紙を見つけたことで担当を外れるのではないかと不安になったんだろうな。昼間に余計な話をしてライスを心配させちゃったか。でもあの手紙はもう捨てたよ。憧れを初恋と勘違いしただけだったし今はライスのトレーナー一本だからね。だから何も心配いらないよ。落ち着いたら早く寝ようね。当時の俺も今のライスもきっとそうだ。
大人になってから振り返れば笑っちゃうようなことでも子供は真剣に悩んで思い込むものなんだろうさ。教えてくれてありがとうお兄様、ライス不安になっちゃってた。もうこの気持ちを諦めるか思い切って無茶をするしかないって思ってた。無茶をするってどういうことだ？よくわからないが俺がした思い出話はライスにとってはあらぬ誤解を生みかねない重大なものだったらしいな。安心して、ライスとは絶対離れたりしないから。それにたとえライスが無茶をしてもどんなことでも受け止めてみせるよ。と。ライスが引退するその時まで俺は絶対に担当を辞めるつもりはないしライスが何をしても肯定してあげたい。ただそれを伝えたかっただけなんだ。今はライスの番だから大丈夫だもんね。遅くにごめんなさい。おやすみなさい、大好きなお兄様。順番の話ではなかったんだけどライスが安心してくれたならもう何も言うことはないよな。よし、また明日からライスのために頑張るか。これ番じゃなくてつがいでは。口頭で言えばバレるからさりげなくレインでつがい宣言するライスのいじらしさよ。お兄様いい話してるのに絵文字がうるさすぎる。お兄様じゃなくておっさんすぎる。文面の不快感がすごい。お兄様割と完璧なところあるからこうやってバランスを取る。マルゼンとかパールさんの方が相性良くないかお兄様。まあライスも年の割にはちょっときついとこ個性的なところもあるからちょうどいいんじゃないか。今ライスが女子高生にもなって幼女みたいな言動してるきつい女って言った。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。